素直なんだよ。素直。伝わるかなこれ。はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシヌピーです。今回はこちら、プロスタッフのレインモンスターリセットという商品を紹介していこうかなと思います。画面のね、左上、こちらを見て、あ、シノピーやってんなって思った方、僕をそんな甘く見ないでください。この商品はもうすでに一度使わせてもらいました。使った結果、僕の中でいいなと思ったので、今回紹介していこうかなといった感じです。そんなんシノピーらしくないよ、みたいな、まだね、思ってる方いると思うんですが、気になった点もあれば、良かった点もあるので、僕がね、思ったこと、すべてこの動画で言っていこうかなと思います。この見た目ね、何か見たことある人もいるんではないでしょうか。人参ではございません。これなんか人参っていうあだ名になっちゃいそうだよね。やばいやばい。怒られる。そうじゃなくて、こちらですね。プロスタッフのレインモンスタースプラッシュとストロング。これガラス用の撥水剤なんですが、これと、容器がすごくよく似ていると。この商品もガラス用の撥水剤なんですか？違います。こちらは名前の通りガラスをリセットするものですね。裏面にも記載されているんですが、ギラギラ油膜、鱗汚れ、劣化したコート剤をまとめて激落ちと。僕先ほど実際に使ったと言ったんですが、この商品の特徴としては一言で言うと素直。素直ってどういうこと？それはね、今から実際に施工しながらね、素直さっていうところをね、お見せしていきたいなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、そしたらこちらがレインモンスターリセットです。これ最初見た時ね、正直嫌な予感しました。やってんなと。何かというと、このスプラッシュストロングと形状が同じなんですよね。こうパッと見。けど、そんなことはなくて、開けてみると、じゃん。このヘッドの部分がパッドになってます。容器が別になっていて、ここに液剤が入っていると。このパッドに液をつけてこすっていくことができる。これね、一体型だったらもうほんとワーワー文句言ってると思う。結構ね、力が入りにくいんですよね。コスト的なところを加味すると全く同じにした方がいいと思うんですが、けど使いやすさがね、結構損なわれていくので、僕は今回これ別体で良かったと思っています。でここはね、もうどうにもなんなかったんだろうね。これ多分開発者もすごい葛藤したと思う。ここに穴を開けるかどうか。穴を開けることで同じような感じにできると。開いてなかったらこうなっちゃうから、スペース的な問題もあって穴を開けたんだろうね。で別に使ってみた感じ、穴が開いててもそんな影響ないのかなとは思ってます。これ穴塞がってた方がどうなんだろう、磨きやすいのかな。けどね、結構ぴっちり貼ってるので僕はあんま気にならなかったかな。このパッドの方がディアドロップ、ティアドロップ、この水滴みたいな形になっているので、この角の方も塗りやすいですよと。これはもうそのまま採用したといった感じですね。そしたら実際に車に使ってみようかなと思います。はい、そしたら使い方も含めてこのガラス面に一旦使っていこうと思います。使用方法はパッケージ裏面に記載されています。まずはご使用前にキャップの蓋を押さえながら容器ごとよく振ってください。蓋を押さえてよく振る。その後ガラスの角や縁を施工する場合、マスキングテープで縁取りをしてから施工してください。こちら成分が特殊研磨剤となっております。なのでこのボディ面とかをこすってしまうとボディが傷つく可能性があるので、不安な方は縁取りをしてください。縁取りが終わりました。続いてガラスの原因になりますので、ガラス面についている砂やホコリ、泥汚れ等を水できれいに洗い流すか、濡れタオル等できれいに拭き取ってください。特に今の季節、黄砂とか、あと風が強くてホコリが舞ったりとか、結構ね、砂ぼこりがつきやすいので、砂ぼこりが付着した状態でこの後こすっちゃうと、その砂でガラス面を傷つけてしまうので、こうしっかりね、砂とかは落としておいてください。僕はね、水拭きを結構しちゃいますね。理由としては、あんまジャバジャバそのボディとかを濡らしたくない。それが乾いてまた白く固まったりするので、僕はできる限り水拭きの方が楽だと思います。
でもうガシガシやるんじゃなくて、こうわさっと砂をね包み込むように取ってあげる感じでやるといいと思います。はい、そしたら続いてこすり取るこの部分ですね。ティアドロップパッドに少し水を含ませ、オレンジ色面に本液を直径2センチ程度つけ、ガラスに押し当て力を入れず約20センチ四方で上下左右に往復させてくださいと。はい、こちらがティアドロップパッドですね。でここに水を含ませる。僕結構ね霧吹きがいいと思います。こんな感じかな。ここに液剤を約2センチ、もう垂れてる。こんな感じですかね。でガラス面をこすっていくと。そしたら20センチ四方でこすっていくと。こういう感じですね。あれ、ここあまりうまくないな。端の方はあるけど角の方とかこすりやすいですね。上下左右ですとかね。油膜がひどかったら弾くんですよ、この時点で。でこれが弾かなくなるまで上下左右にこすっていくんですが、こちら油膜ほぼついておりません。先ほど見た時鱗はちょっとついてました。今日これ鱗はまたその油膜と別なので、弾く弾かないはまた話が変わってくるんですよ。弾かないけど鱗は残ってる、これ全然ありえます。一旦作業手順的にはこんな感じで、白く残った液を水でしっかり洗い流し、きれいな濡れタオル等で拭き取ってください。でここなんかシャワーでジャーってやってもいいんですが、僕は濡れタオルを何枚か用意して拭き取っちゃいます。もちろんボディがね濡れずに済む。結構油膜除去とか鱗取りとかやってて、こうガラスをバーって濡らしたはいいんだけど、他のところがびっちょびちょになって、そこがね後処理が大変っていうことがあるんですよ。なので僕は何枚か濡れたクロスを用意してこう拭いていくっていう方法が楽だなと思ってます。綺麗になってますね。はい、そしたら場所を変えました。ここは目に見えてわかるような鱗があります。プロスタッフには黄色瓶ゴールドっていう似たような商品あるんですが、そちらは油膜除去剤となっているので、こういった鱗を落とすのは大変。落ちないことはないです。頑張れば落ちるんだけども、すごい頑固なものは落ちなかったりするので、この鱗にも使えるっていうのが特徴ですね。ここは油膜も残ってると思うので、おそらくわかると思う。いきますね。ほら、こういう感じで弾くの分かりますかね。ちょっと前ねガラスきれいにしたんですが、この窓が閉まる部分、この範囲ってなかなかねやんなかったりするので、鱗だったり油膜が残ってるんですよ。これが弾かなくなるまでこすっていく。伸びもいいですね。でこれ弾いてないじゃないですか。これ弾いてないっていうことは油膜っていうのは除去できたけど、水垢ですね、鱗と呼ばれるもの、別名イオンデポジットですね。そちらは拭いて乾かしてみないとわからないっていうのがまたちょっと厄介なところなんですよね。でこれで落ちてるかどうかっていうのを確認していきます。濡らしたクロスででこれ今まだ濡れてるので分かりませんけど、油膜が落ちてるのは一目瞭然だと思います。やっぱね素直なんですよ。一回ね鱗確認しますか。これ拭いてもこういう風に白く残るんですよ。これはもう何回もタオルを変えながら拭いてってあげるしかない。全然違う。拭いてても全然違う。ここにあった鱗なくなってるの分かります？かなり素直って言ったんですが、何が素直かっていうと、この拭いた時にこっち油膜残ってるの分かるかな。こう弾いてるのが油膜残りなんですよ。けど上の方もしっかり水が張る感じあるじゃないですか。これしっかり取れてます。このこすってる時にどんどん弾かなくなっていくんですよね。それが目に見えて分かってくるんですよ。たまに商品の性能上っていうのかな、増粘剤みたいなのを結構入れてってすぐ弾かなくなるけど、拭いてみたらあれまだ油膜残ってるじゃん、古いコーティング剤残ってるじゃんっていうケースがあったりするんですよ。これ大量に水をかけたりすると水の膜圧が厚くて分かりづらいんですが、水拭きすると膜が薄いのですごく分かるんですよね。弾いてるとこと弾いてないところ。これが今回このモンスターリセットっていうのは弾かなくなってる分だけしっかり油膜が落ちてる。そこはね僕の中で素直だなと思ってる部分。ちょっとねマニアックなことなんですが分かってもらいたい。そこに悩まされてる人いるはず。じゃあ続いてこの部分ですね。ここに鱗あるの分かりますかね。でなおかつ水拭きしますってなった時にここ弾くの分かります？
これがどう変化するのかっていうのを見てもらいたいです。はい、弾きます。ほら、こんな感じで、これもうねいけてる気がする。こすってる感じ、鱗が残ってるところはまだ結構ザラザラしてるんですよ。この右の方ね、これ映ってないんだけど、この辺はザラザラしてるけど、こっちはこのザラザラがかなりなくなっているので、普通にシンプルにもう落ちてると思う。そしたら一回拭いてみますね。この右の方はまだ弾いてます。その部分は水拭きしても弾かれる。でこっち側来た時に弾かれないんですよ。なんかさっきも言いましたが、水拭きだとこの水の膜がだいぶ薄いので、そうした油膜でもこう弾いちゃうんですよ。けど弾いてないっていうことはしっかり取れている証ですね。で液剤がちょっと残っているので、クロスを変えて拭きますと。うわ、素直で鱗もいない。これ結構すごいね。全然力入れてないですよ。すごい本当に。結構目に見える鱗はこの範囲にはないですね。こすってた時のこのザラザラ感なくなったな。でもないんだよね。ものによっては、あ、なんか落ちてるな、拭いてみたらあれまだいるじゃん、そういったことが結構あるんですが、かなり素直だね。改めて思ったわ。すごいねやっぱ。はい、そしたら全面的にやっていきますか。この辺まだね鱗も残っているのでこすっていきます。素直といっても一番はね目視でしっかり確認してください。これで取れてると思うんだけど、念のため。取れてる。油膜すごいスパッといってます。素晴らしい、素晴らしすぎる。水拭きですよこれ。水をバーッとかけた状態じゃないんですよ。いいですや。でもちろんガラス用の撥水剤を落としたい時も落とせます。今これ施工されてるんですが、結構撥水してますね。ここもこんな感じで、ほんと縦横にこすっていくだけ。結構早いな。こんな感じです。で弾いてないじゃないですか。でこれを一旦確認で水拭き入れます。そうするとほら、ここだけ弾いてないの分かります？分かりづらっつって。そしたらちょっと水かけてみますね。この部分だけ弾いてないです。でこれが何回も言うようだけど、水のね膜が分厚いので結構こうなりがちですね。で僕が気にしてるのは、こう拭いた時もしっかりこうなってること。これがね僕が言いたい素直さっていうところですね。やったところをしっかり除去できている。これはねほんと良かった。はい、僕が気になった点はやはり容器にありということで、この容器がねこの指の形になって押しやすくなってるのかもしれないんですが、ちょっとね硬いなと思いました。こう振って出せばいいんだけど、これがねたまにねブチブチってこう出て、この辺がね汚れたり飛び散ったりしちゃうんです。これがね気になりました。それぐらいかな。大したことないんだけど言っておきたかった。でやっぱりこの穴の部分ね、これはやっぱ使ってて別に気にならなかったですね。なんなんこのティアドロップ型になってるから、ガラスの端の方も施工しやすかったし、研磨力が強いのか何なのか、結構ねしっかり鱗は落とせるなといったイメージ。何よりも素直っていうところが良かったですね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちらですね。プロスタッフのレインモンスターリセットという油膜から鱗まで、あと古い撥水剤。古くなくてもね、今回最後にテストしたのが結構施工して2、3日後のガラス用の撥水剤なんですが、それも難なく落とせたので、そういったガラスの撥水剤だったり、リセットしたい時だったら劣化した撥水剤になるのかな。そういったガラスについた汚れだったり、撥水剤を除去できる商品ですね。こちらを使ってみました。で、以前に一度使っていいなと思ったから今ここで紹介しているんですが、良かった点がほんとね、ここに尽きるんですよ。素直なんですよ。今ここで素直って言ってるっていうことは、素直じゃないやつもあるんですよね。なんか施工してて、落ちたなって思っても、タオルで拭いた時に、あれ思った以上に落ちてないな、みたいな時があるんですよ。けどこのレインモンスターリセットは、ほんと目に見える弾かなくなった部分っていうのはしっかり落ちてるし、なんか鱗も手の感覚でわかるし、みたいな。もちろんね、最終確認は必要になってくるんですが、僕が使ってみた感じ、感覚でこすってこんなもんかなで拭いた時に、その思ってた取れ具合いうのかな、結局ね端の方がちょっと甘かったりしてくるんですよ。こういう油膜除去剤だったり鱗けど、それも僕的にはかなり素直にしっかり落とせたなといった感じです。あいつ何言ってんのって思われてそうで嫌なんだけど、結構ね重要なんですよ。2度手間3度手間になってくるので、1
回で、これぐらいかなと思った時に、その思い通りの結果になってるっていうのは、すごく重要なこと。かなり効率が上がるし、嫌な気持ちになんないっていうか、妥協にもつながってくるので、スピードもかなり速かったっていうことですよね。とても使いやすかったです。で、気になる点としては、先ほど言った通り、ちょっと出しにくい、硬いなっていうのが、若干感じるのと、あと、立てらんないんですよね。撥水剤とかはこの蓋が平らなので立てられるんですが、僕結構立てて置いとくことが多いので立てらんないんですよ。この人参くん。横でもいいんだけどって感じかな。パッと面を下にしたくもないんだよね。で、今このはかりに乗っけてるんですが、なぜはかりに乗っけてるのかと言いますと、内容量が 100g になっております。で、今だいたい2センチぐらい出したんですが、1g ですね。2g まではいってないです。この2センチで、僕はね、ガラス面、側面とかだったら1枚いけるかなぐらい。なので、コスパもね、そんな悪くないと思います。ちなみに金額が1480円。だからそんな悪くないんじゃないかなと思います。で、パッケージも人参言ってたけど、ちょっとハロウィンっぽい感じ。シリーズとしてもね、すごく面白いなと思いました。なので、気になる方はぜひ使ってみてください。あと最後に、こちらレインモンスターリセットなんですが、実はね、視聴者プレゼントをいただいております。気になる方がいれば、ぜひ、抽選でプレゼントしたいなということで、いただけませんかとお願いしたところ、快く承諾していただき、なんと、10個いただきました。なので、こちらは今回この動画を見ていいなと思った方に、抽選でプレゼントしたいなと思いますので、応募方法の方は概要欄に記載しておきます。気になる方はぜひ応募してみてください。あと、店頭とかにもね、売ってたり、通販でも販売されているので、ぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。